それではウェブ賞を発表します。3D モデルワークスさんです。ご無沙汰しております。皆様ごきげんよう。皆様もうご覧になりましたか？マクロスモデラーズ第10回プラモデルフォトコンテストにてウェーブ賞を受賞いたしました。今回はその使用キット全てを動画にまとめました。約半年にわたって制作していましたので長い動画になるかと思いますが、最後までお付き合いお願いします。さて動画の方はバンダイスピリッツ様の HGVF31J となります。こちらは運よく入手できたデラックスセットを惜しみなく使います。 HG とはいうもののパーツ量がえげつないですね。仮組み完了です。そこそこパーツで色分けされていますね。太ももの合わせ目は消したいところ。すごくかっちりまとまっていますね。この変更キャノピーはどうなんでしょう。中がよく見えないんですよね。このロール式はいいですね。金色の成型色じゃないので安心して分度できますね。ラッカー塗装が完了です。いつも通りエナメルで墨入れします。以前は同梱されていた水転写でカールは別売りとなっています。塗装した場合の労力はショートカットチェンジ用のパーツがある分72分の1より多い気がします。72分の1と同じくらいのデカール量ですね。米粒以下のサイズです。マークセッターを塗布。デカールを配置したら余分な水を吸い取って位置調整。綿棒をコロコロしてパーツになじませます。すべてのデカールを貼り終えました。この後トップコートして組み立て完成となります。特に改造した点はないですが、特徴的なラインは塗装して色味を合わせています。続いてマックスファクトリー様のシュコレブリエフ 31C です。いつ作ろうかと積んでいました。当然ですがミラージュさんも作ります。中身を確認しましょう。外側は塗装されていますね。これはそのまま活かします。パーツが大きいな。デカールは付属してませんでした。このシールはどれを使おうかな。ミラージュさんのキットはこんな感じ。ワルキューレより簡単そうです。ちょっと乗せてみました。キャノピーと干渉しますね。シートの座高が高いので一度切断して低くします。超音波カッターとヒートペンでポージングを変更しました。ポリパテは使っていません。
髪の毛が少し干渉してますね。ヒスコレはコクピットとランニングギアのみとそうしました。瞳のデカールは2種類から選べるようですね。ここはうまくいくまでやり直したところです。カメラで接写すると少しのズレも気になりますので気をつけました。瞳のいつも子供に見えないちょうどいい位置に配置できるまで粘りました。美人な顔になったと思います。実は本体の墨入れはシャーペンです。シールを貼る際に水にちょっとつけると位置調整がしやすくなります。このシールなんですが、台紙から剥がすと色味が変わるような気がします。光沢クリアを吹いて少しでもシールの段差を消そうとして失敗しました。元の塗装までやすってしまったのでタッチアップします。仕上げ紙のトップコートを拭いてから最終アセンブリです。キャノピーの接着はしないのでこれにて完成です。最後はウェーブ様の VF171 ナイトメアプラスです。このキットの製作は一番時間かかりました。開封時はまだ2025年でした。パーツ数は多くないですね。こちらは試作した脚部のフレームです。足首のパーツはそのまま使用できる用部品を設定しました。硬いレジンと摩耗耐性のあるレジンを使い分けています。軸はプラボーを使用して強度を確保しました。可動範囲については問題なさそうなので、この後ディティールを追加して修正を加えてます。頭部の耳のとこは造形が一部欠けているので、その部分を追加していきます。超音波カッターで余計なとこは切り取っていきます。これがあると作業がはかどりますね。ヒートペンでランナーの破片を溶接していきます。これもあると便利です。形状を整えていきます。プリントした部品と合わせてみます。なんか奥行きがありますね。筆は足りない部分を設計しました。YF29 を制作した時のデータを流用しています。一部元のパーツに手を加えます。なんとか収まりました。可動範囲もそこそこあります。ウイングを中央で合わせるには回転軸の位置変更が必要でした。適当にやってるわけではないですよ。
肩は足りないところにプラ板を接着してヒートペンで溶接してます。仮組みです。この時点で5月19日でしたので締め切りまであと10日ほどでした。サフチェックしてます。プリント部品は欠けてたりしますので目を凝らしてるんですがよく見えません。正直朝食をミスったなぁと思いましたがもう時間がありませんでした。ウイングはミサイルありとなしが選択になっており、デカールは一式分のみだと後から気づきました。黒いラインは塗装です。仕上げしてトップコートしました。最終アセンブリです。今組み付けてるのがファイター用フレームですね。ウイングはデラックス超合金に倣って付け替え可能です。これにて完成です。ではここでエプ主がこれまで応募した作品を振り返ってみようと思います。こちらは初投稿となる第5回の時のものですね。今でも大好きなキットです。続いて第6回の時ですね。シンプルコースでの応募で西田のぞみ賞を受賞しました。リガードの初立体化でしたね。第7回の時はやりすぎたかもしれないですね。肩のミサイルのとこは苦労しました。第8回はランタちゃんでした。
他の応募者様と被りまくりでしたね。第9回もやりすぎました。これはリベンジしたいキットですね。尾翼の畳み方はよくできたと思ってます。今回ウェーブ賞を受賞した第10回です。衝撃的なのは投稿した文章です。脱出レゾナンスマクロスデルタの3機を制作しました。徴収するララサーバル隊員帰ってやれよ。叫ぶハヤテ撃っちゃいけーん。飛び出すフレイヤーアラド隊長、おじいさまが今日はマグロっていうのでクラゲラーメンはなしで。トミラージュそんなシーンはなかったな。意味わかんないですね。自分でも恐ろしいことをしたなって震えております。マクロス公式ホームページにこのまま掲載されていますからね。今回ウェーブ様に詳細まで見ていただいて本当に喜んでおります。投稿文立てでは先ほどの通り意味不明ですのでね。この受賞の喜びをチャンネルの視聴者様と共有したく動画を制作しました。マクロスモデラーズ鑑定者の皆様、ウェーブ様、X でいいねくださった皆様、そして視聴者の皆様、この度はありがとうございました。長くなりましたが最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。